るかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい、今日は前回に引き続き日本の地名の由来について紹介していくんですけれども、今回は怖い地名について紹介していきたいと思います。はい。で、今日のエピソードはちょっと難しい話にもなりますので、ぜひ私のウェブサイトからトランスクリプトを見ながらとか、あとは YouTube 見てる方はサブタイトル、日本語と英語がありますので、それを見ながらぜひ聞いてください。はい。まあね、怖い地名って結構たくさんあって、どれを話そうかすごい悩むぐらいいっぱいあるんですよ。はい。今回はね、ちょっと面白いものっていうか、私が聞いて、うわー、すごいエピソードだなって思ったものを紹介していきたいと思います。はい。日本の地名のその怖い由来っていうのは大きく2つ種類がありまして、1つは災害。で、1つは実際に起きた、事件や事故の話ですね。まず災害の方から紹介していきたいと思います。はい。日本はね、災害大国なんですよ。はい。地震、台風、津波、いろんなものがありますけれども、昔の人は特に水害がすごい、多かったので、悩まされていたようなんですよね。はい。水害だと、大雨とか、台風とか、津波とかかな。今みたいにね、道が整備されてるわけでもないですし、なんか事故が起こったら、なんか工事とか、できるわけじゃないので、想像つきますよね。昔は大変だったっていうことが。で、昔の人はですね、それを地名に、メッセージを込めて、この場所は水害が起こりやすいので気をつけてっていうのを地名にね、残してたんですよ。そう。それがね、今でも結構ありまして、有名なのは、鬼怒川ですね。はい。皆さん、鬼怒川行ったことある方たくさんいると思うんですけど、鬼怒川は温泉でめっちゃ有名ですよね。はい。鬼怒川温泉、観光地としてすごく有名なんですけど、その鬼怒川って漢字を見るとめっちゃ怖くて、なんか鬼が起こる川って書いて鬼怒川って読むんですよ。絶対普通の意味じゃないよなって思うと思うんですけど、この鬼怒川っていうのは、やっぱり昔はすごい大雨とかで川の氾濫がすごい多かった場所らしくて、鬼が起こったように川が氾濫したっていう意味で鬼怒川という名前がついたらしいですね。鬼が起こるって相当な感じですけど。はい。そんな感じで、漢字を見たら、ここは水害が起こったみたい、起こった場所っていうのがわかるっていう地名が結構いっぱいあって、例えば、竜とか蛇っていう漢字がついてると、その水害を表しているようです。はい。昔の人は、水がこう流れている様子をまるで蛇みたいな、もう蛇が来るようなみたいな。竜が来るような姿だったので、その地名に蛇とか竜をつけていたようですよ。他にも、鬼怒川のように川とか、池とか沼とか、水に関する名前がついてると、結構危険ですよっていう意味があるそうです。はい。もっと詳しく知りたい方は、地名、災害でググると、漢字が一覧でバッて出てくるので、ぜひチェックしてみてください。みんながね、今日本に住んでる方だったら、今自分が住んでるところの地名とか、次引っ越す時とかにね、参考にしていただけたらと思います。はい。次は結構怖い話。実際に起きた事件から、名前がついてるところですね。はい。まず一つ目。赤池っていう場所。これは京都にあります。京都の赤池という場所なんですけど、漢字は赤いで池ですね。でもちょっと、って感じじゃん。赤い池ってちょっと怖いじゃん。はい。名前の通り結構怖くて、これにはね、とあるお話があって、
武士が昔いたんですよ。まあ武士 A だとすると。で、武士のその同僚に武士 B がいた。二人は同僚。で、武士 B には奥さんがいたんですね。で、その武士 A は、その武士 B の奥さんと不倫関係にあったらしいんですよ。はい、昔からこういう話はあったみたいなんですよね。で、その武士 A は、その奥さんのことを自分のものにしたいから、その武士 B の殺害を計画するんですよ。そう。ミステリーですよね、これは。で、その奥さんに、ちょっと明日の夜、あなたの旦那さんを殺す予定だと。だから一緒に逃げようみたいな、そんな話をしたらしいんですよね。うん。で、そしたら奥さんが分かったって言って。じゃあ、その日、旦那の髪の毛を洗いますと。なので、髪の毛が濡れてる人は私の旦那なので、寝ている間に、殺してくださいみたいな。で、分かったっつって。で、その武士 A は、武士 B の家っていうか寝ているところに行って、髪の毛が濡れている人を見つけて、その人の首を切って、逃げたらしいんですよね。で、その逃げたところに池があったんですって。で、その首を持って、首を洗ったんですよ。で、洗って、パッて顔を見たら、その顔は武士 B の顔じゃなくて、奥さんの顔だったっていう。間違えて殺してしまったっていうお話。で、なんでこんなことが起きたかというと、結局その奥さんがその不倫していたことに後悔して、その旦那さんが殺されることを知って、だったら自分が死ぬ、自分が殺されるっていうのを選んで、嘘をついて、自分の髪を濡らして、身代わりとなったということですね。うん。で、なんで赤い毛と言われたかというと、その、首を洗った時にその池が真っ赤になったから赤い毛と呼ばれるようになったそうです。怖っね。不倫はダメです。ダメ絶対。はい。じゃあ次行きます。次はですね、結構面白い話というか、ちょっと日本っぽい話だなっていうのがあって、これ場所ちょっと忘れちゃったんだけど、どこだっけな、ちょっと忘れちゃったんだけど、嫁脅し谷っていう場所があるらしいんですよね。富山だっけな、なんかそっちらへん。で、嫁を脅す谷って書いて、嫁脅し谷っていうんですけど、これはそのお嫁さんに関するエピソードがあるんですよ。うん。で、なんか、その土地で昔、一人のね、女の人、おばさんがいたんですよ。で、そのおばさんには息子がいて、で、息子の奥さんがいた。で、そのおばさんは息子の奥さんのことが好きじゃない。なぜかというと、その息子の奥さんは、そのとあるお寺のお坊さんの、その教えをすごい信じていた。だから仏教徒だったのかなってことですよね。はい。で、そのおばさんは仏教徒じゃなかった。で、神様とか仏様とか全く信じてなかった。だからその奥さんのことが、気に食わないからいじめていたらしいんですよね。で、とある時に、そのおばさんが夜、そのお嫁さんが道を歩いてる時に、鬼のマスクをつけて、面ですね。鬼の面をつけて、そのお嫁さんを、脅した。脅かして、なんか、母親の言うことを聞かないと、殺すぞみたいな。悪いことが起きるぞっていうのをその鬼のね、面をつけて、その夜に、そのお嫁さんの前に現れたんですって。で、お嫁さんは、ごめんなさい、みたいな感じになって、怖くて逃げたと。その時におばさんが、よしよしと思って、その鬼の面を外そうとした時に、外れなくなっちゃったんだって。でも外そうとしてももう肉がついちゃってるみたいな感じでもう痛いんだって。で、全然マスクが取れない。リアル、その映画のマスクですよね。面が取れない、鬼の面が取れなくなってしまって、もう泣きながら申し訳ございませんでした、みたいな。もうこんなことはしません。って言って、その時に、神様、仏様、助けてください。って言って、初めてその、なんていうの、神を信じたというか、そう、仏教に助けを求めたんですよね。
で、そしたら面が取れたっていうお話があるらしくて、実はこの面、肉づき面っていうんですけど、実際にお寺にまだあるんですよ、本物が。本物かどうかわかんないんだけど、肉づき面があるので見れるそうですよ。うん、まあ、気になる方は肉づき面で調べてみると、お寺の名前が出てきますので、ぜひ行ってみてください。はい。ちなみにこの肉づき面のお話は結構有名で、犬夜叉のシーズン1の第11話かなに出てくるらしいですよ。この肉づき面の妖怪が。そう。面白いですよね。はい。まあ、これはあんま怖くないか。はい。次いきます。次はですね、最後かな。はい。最後はちょっとあんまり良くない話なんですけど、これは地名というよりは、とある、崖の名前なんですけど、お線転がしという崖があるんですよ。4キロぐらいある、千葉県ですね。4キロぐらいあるその場所の名前がお線転がしという名前なんですよね。うん。はい。これはね、とあるエピソードがあって、昔、おせんという女の人がいたんですよ。で、そのおせんのお父さんは領主だったんだって。領主っていうのは、その土地の偉い人。で、そこに住んでる、住民は、その領主に、税金を払わなきゃいけなかった。昔はね。で、その領主はおせんの、お父さんお母さんなんだけど、が結構悪い人で、その税金をどん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 高くしてたんだって。で、おせんはすごくいい娘さんで、住人とも仲が良かった。だからお父さんにもう住民のことを苦しめるのはやめてほしいと。その税金を高くするのはやめてくれと。でも、その領主は聞かなかったらしいんですよね。そう。その時に、その住民は、あまりにもその払うお金っていうのが高すぎて生活ができないからっていうので、これもね、また、ね、悲しい話ですけど、その領主を殺害しようっていうのを計画するんですよ。うん。で、その領主をその大きな崖から、突き落とした。転がすってこと、転がっていくんですよね。崖を落としたわけなんですよ。で、その次の日、その崖の下に落ちた、死体を見てみると、その領主じゃなくて、その娘さんのおせんだったっていう話。だからおせん転がしという名前が付けられたようです。かわいそうだよね。その多分おせんって子は、お父さんが殺されるのが嫌で身代わりになったっていう。だから結局そのお父さんの漁師もすごく悲しんだし、住民も悲しんだっていう事件があったんですけど、名前の由来はその事件なんですけど、このお線転がしという場所はですね、結構やばい場所でして、その事件が起こったのはもちろん超昔なんですよ。何百年も前の話。うん。なんだけど、もう一つ、お線転がし殺人事件っていう名前の事件が50年、60年前ぐらいかね、起きてるんですけど、この話が結構やばくて、ちょっと、ポッドキャストでは話せないぐらいのすごく残酷な殺人事件が起きた場所で、そのお線転がしっていう場所はすごく有名なんですよ。だからホラースポットじゃないですけど、昔からそうちょっと怖い場所というかで知られている場所なんですよね。うん。気になる方、そのお線転がし殺人事件かな。気になる方はググってみてください。結構気持ちの悪い事件です。マジで日本で結構有名な事件、残酷な事件の一つですね。うん。はい。いかがでしたでしょうか。他にもね、たくさんたくさん、あのー怖い地名があるんですよ。はい。なので、今回話しきれなかった分は、ちょっとペイトリオンのブログで私はちょっと紹介しますので、興味ある方ぜひ見てください。はい。昔の人はすごいこと考えるね。うん。ね、と思いました。はい。いかがでしたでしょうか。皆さんもね、ぜひなんか知ってることがあれば私に教えてください。はい。今日は、日本の怖い地名につ
ついてでした。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。結構難しかったので、ぜひウェブサイトを見て勉強してください。はい。あと Twitter、Instagram、YouTube こちらのフォローもお願いいたします。あと Patreon、こちらのメンバーも募集しております。はい。Patreon では今回のエピソードで出た、言葉を説明してたりとか、フレーズの説明をしたりしています。で、今日話しきれなかった他の怖い地名も皆さんにPatreonのメンバーに紹介したいと思うので、ぜひ興味ある方は参加お待ちしております。はい。あと会話レッスンとシャドーイングコースの新しいメンバーも募集しております。詳しくは私のウェブサイトをチェックしてみてください。はい。実はね、今回のこのエピソードを撮るのテイク5ぐらい撮ってんのね。もうなんか1時間ぐらい話してはちょっと違うって切って、話してはちょっと違うって言ってやり直してるので、ちょっと喉が結構もうちょっとなんかおかしくなってきちゃって申し訳ございません。はい。お腹が空いたのでご飯を食べたいと思います。はい。そんな感じでまた次回。さようなら。